皆さんこんにちは、わたたびです。今回は静岡県伊豆半島にある絶景の宿に宿泊します。久しぶりの伊豆半島で宿泊先も夕日が綺麗な場所なのですごく楽しみです。場所は伊豆半島西岸に位置する西伊豆町。海に浮かぶ島々を眺められる客室と波打ち際の露天風呂、そして海鮮料理が自慢の旅館です。はい、あともうちょっとでね到着します。あと、2.9 キロで、5分です。で、残念ながら雨です。うわ、真っ暗。あ、道間違えた。伊豆やからやっぱりわさびのお店が多いね。やってるんかどうかわからんけど、はい、で、あと2分ですね。1キロで到着します。駐車場は確かこの辺りだったはず。よいしょ。誰もいない。雨やからね。到着です。この先にはですね、万丈の滝というね滝があります。こちらはね2年ぐらい前に、紹介したことあるんですけど、もう一度ね来てみたくて来ました。キャンプ場の入り口の前にですね、この滝の入り口があります。で、もうすでにね滝の音がね聞こえてきてます。こんな看板とかなかったんですけど、今できてるんですね。以前訪れた時はね、本当にレビューの少ない滝だったんですけど、今500件ぐらいのねレビューがあります。以前こういう看板がなかったんで、滝巡りができるのは知りませんでした。8つの滝巡りができるみたいです。おそらくねこちらの滝が一番人気というか迫力のある滝ですね。それではね早速向かいたいと思います。ちょっと下ったとこに滝があるんで、気軽に見ることのできる滝です。今日はね雨予報じゃなかったんですけど、あいにくの雨で少し残念ではありますが、滝はね水量が多くなってすごく迫力があると思います。以前がどれぐらいの水量だったかちょっと覚えてないんですけど、かなり水量があります。はい、見えてきました。いや、すごい迫力です。すぐ左手に滝は見えるんですけど、まずねあちらの吊り橋の方にね行ってみたいと思います。うわー、すごい。かなり迫力があります。滝はこちらです。
雨の日だからですかね。いやすごくね水量があって迫力があります。でこちらの、万丈の滝の高さが20メートルで幅6メートルの滝になります。滝の裏側から見ることができたんですけど、今はね岩盤崩壊の危険があるんで滝の裏側への立ち入りは禁止されています。滝の裏側から、見ることもできたんで、恨みの滝とか、両思いの滝と呼ばれてたそうです。滝の周りはね、こういう、削り取られてできたすごいね岩壁になってて迫力のある滝となっています。シダとかね苔とかたくさんあってすごくね神秘さもあります。日の当たる、時間帯に来ると川の色がこうもっとね青く輝いて綺麗だと思います。でこちら滝の前にはですね写真が撮れるようにカメラスタンドも、置いてあります。以前来た時は、多分なかったと思います。はい、こんな感じでねこのスタンドに置いて写真を撮ることができます。神秘さと迫力のある滝でした。はい、それではね駐車場の方に向かいます。すぐね見に来れる滝なんで皆さんもよかったらね訪れてみてください。滝の反対側なんですけど、こちらわさび農園ですね。わさびが栽培されてるんでこちらの水もすごく綺麗な水なんだと思います。あ、すごい、この辺り洞窟のようになってます。なんか結構奥行きがありそうです。でこちらの滝はですね、以前スバルさんと星野リゾートさんとの案件の動画でね、訪れました。もう2年とか3年ぐらい前の動画なんで、この滝を初めて見る方もおられると思います。帰りはですねちょっと階段が多いんで足腰が悪い人はちょっと辛いかもしれませんね。一応手すりなんかはあるんですけど、はい、2、3分でね戻ってくることができました。ですぐ駐車場があるんで本当にねおすすめの滝です。遊歩道になってるんで、こう歩きながらね滝を楽しめるんだと思います。迫力ありそうな滝はこちらのね小樽っていうのと今さっき見てきた万丈の滝なんですけど、この小樽っていう滝だけ見たい方はですね道路沿いにね入り口があって、そこからねすぐ見に行くことができるそうです。駐車場もねこんな感じで、すごく大きな駐車場です。レビューは多いんですけど、そんなにね観光客が押し寄せるような場所じゃないのかなと思います。それではね次の目的地に向かいます。次の目的地はですねここから15キロ、車で約25分の場所になります。今日はね絶景の宿を予約したんですけど残念ながら雨ですね。で一応天気予報を見てみるとねお昼以降曇りのち晴れに変わってたんで、部屋とかあと露天風呂からね絶景が見れるのかなと思います。鼻が詰まって鼻声になってるんですけど風邪ではありません。花粉がすごくて左の鼻の穴が完全閉鎖してます今ね別に滝の入り口があったんでそこから行くとね今の階段を登らず行けるかなと思います。すっごい田舎ですね。でここからまた山の中へ入っていきます。林道のような道から、町に出てきました。なんかすごい道を案内されてますけど本当にこっちで合ってるんでしょうか。もしかしたら Google あるあるかもしれません。またね町の方に出てきたんで、この Google マップはとにかくねショートカットしようとしてるみたいですね。今ね温泉街を通ってきたんですけど興奮してね、撮るの忘れてました。
結構ねレトロな温泉街なんですけど、立派な、旅館がねたくさん立ち並んでて、すごく良さそうなとこでした。今回はちょっと行けないですけど、またね機会があれば行ってみたいと思います。はい、もうちょっとで到着します。あと1分ですね。このまま道なりに650メートルです。駐車場はねないみたいで、少し道路の脇にね車1台止めれそうな、場所があるっていうの風に、インターネットで書いてあったんで、とりあえずねそこを目指したいんです。あ、ここか。あ、ここに止めろと。 OK とりあえず到着ですね。はい、はい、到着しました。こちらはですね、行基の滝というね、滝があるそうです。でレビューもね本当に少ない滝なんで、どんな場所なのか来てみました。滝はですね、地図を見てみると本当にねもうすぐそこで、もう滝の音も聞こえてきてます。専用の、駐車場がないんで、この道路の脇に、車1台は止めれそうなスペースがあったんで、こちらに止めさせていただきました。それでは、早速、見に行きたいと思います。このような感じで道にはなってるんですけど、足元結構滑りそうですね。勾配な坂になってます。ちょっと降りただけで滝の音がね近づいてきました。道は分かりやすいですね。道になってるとはいえ手すりとかないんで、そこだけ、注意しながらねゆっくり降りたら大丈夫だと思います。でこの辺りはですね、竹林ですね。川に出てきました。あれが滝かな。すごい川の色が綺麗です。晴れの日に来たら多分すごくね綺麗な場所だと思います。こんだけ曇っててもねすごく綺麗な青色をした川です。2分ぐらいで降りてくることができました。滝もう見えました。結構落差がありますね。迫力があるとかそういう滝ではなくて、すごく神秘的な滝です。さっきの万丈の滝とはまた全然ね違うタイプの滝です。すごいな。滝のそばまで行くことはできないんですけど、こちらが、行基の滝です。滝を見てたらね釣り人が来ました。なんとねニコ生をね配信してらっしゃる方みたいです。電波がなくてね配信できないみたいなんですけど、こうやって釣りをねしながら配信してらっしゃる方です。でこちらの行基の滝の高さはですね13メートルで幅が3メートルの滝です。この先にね深い淵が見えてると思うんですけど、この深い淵が魔の淵と呼ばれて恐れられていたそうです。行基の
滝のね横にもですね滝がありました。滝壺あたりはですねかなり深そうです。夏に来るといいかもしれないんですね。泳いで滝壺まで行けるかもしれません。ただここでね泳いでいいのかどうかは分かりません。それでは次の目的地の方に向かいます。もし泳げるんだったらすごくいい場所だと思います。距離は短いんですけど結構急な坂なんで息が上がります。よいしょ。はい、それではね、向かいます。宿の方までは、40キロで54分かかるそうです。はい、で、この辺りはですね土井温泉っていうね、温泉街になります。結構立派な温泉街ですね。めっちゃ綺麗です。ただやっぱりちょっと緑は少ないですね。でもうちょっとでね到着します。もうこの辺りです。はい、ここですね。こちらなんですけど人気のスポットなんでお客さんが多いようです。いやー埋まってる。あ、ここ空いてる。ここにしましょう。よし。はい、到着しました。超人気の観光スポット、堂ヶ島ですね。一回行ったことあるんでね行く気はなかったんですけど、もう今日泊まる宿が本当ねこの堂ヶ島の、もう目の前だったんでもうついでに来ました。堂ヶ島はですね絶景が見れるね遊覧船があります。ただね曇っててね絶景が見れないかもしれません。ちょっと晴れるまで粘りたいと思うんですけど、まずこちらのねお土産屋さんを見てみたいと思います。トリックアート迷宮館っていうのがあります。で、こちらがトイレで、下がレストランなんですけど、まずねこちらから見てみたいと思います。ワクワクショッピングゾーン。誰もいらっしゃらないです。はい、下に行きましょうか。あ、下が2階になるんですかね。はい、ショッピングスポットとレストラン、そして遊覧船。なんか久しぶりに来たんですけど、前来た時とイメージが違くてすごく広いですね。はい、こんな感じでですね、静岡のお土産とか、あとね海産物も置いています。日持ちするような塩化物が置いてます。で、下はねレストランですね。3階にですね加山雄三のミュージアムがあったんですけどなくなってました。なんかね2022年になくなったみたいで、前回来た時からもう4年近く経ってるんですね。じゃあねこちらのレストランでね昼食食べたいと思います。はい、料理が来ました。こちらがねラブラ茶漬けで漬けになったカツオにで、こちら今ね固形燃料で温めてるんですけど、まずはじめそのまま食べて、で後からこの出汁をかけて食べるみたいです。妻がねこちら清流のわさび膳っていうねお料理で、ご飯の上には鰹節が乗ってるんですかね。で横にあるわさびを吸って、だし醤油と吸ったわさびを溶かして丼にかけていただくみたいです。であとね
サラダとあとねこの煮物ですかねとお蕎麦がついてます。美味しそうやね。すごいいい香りしてきたよ。いただきます。まずはねそのままいただきます。一切れがむちゃくちゃでかいですね。全部で8切れ入ってます。こちら山盛りの生姜があります。いいよ。味付けは濃くなくてこのカツオ素材そのものの味を楽しめます。すごいテンション上がってる子がいます。これをかけてみます。こんな感じでいいんかな。いただきます。生姜が多いかなと思ったんですけどすっごくちょうどいいです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。天気はこんな感じでですね、もしかしたら晴れ間が見れるかもしれないんで、もう今からね乗りに行きたいと思います。外から見るとこんな感じですね。トリックアートとかね、あとレストランとかお土産どころがある建物で、遊覧船はねこの、地下道を通って向かいます。何やったっけこれ。ゆるキャン。そうそう、ゆるキャンの聖地なんでね。かわいい。なでしこちゃん、すごい名前やな。週末ツーリング、そうなんや。結構割と最近の、アニメかな。こちらがですね堂ヶ島遊覧船の乗船券売り場になります。で堂ヶ島の遊覧船はですね西伊豆の海岸を船で巡りながら自然と綺麗な景色を見ることができる人気の観光船です。でこちらではですね洞窟巡り、プレミアムクルーズ、ジオサイトクルーズの3つのコースがあります。で洞窟巡りコースが一番人気で、船で海の洞窟に入って天窓洞という青く光る洞窟を見ることができます。料金は1500円で所要時間は約20分です。プレミアムクルーズは高速船で海岸線を少し長く巡るコースで、西伊豆の綺麗な海や島の景色を楽しむことができます。料金は2000円で所要時間は約30分です。で最後にジオサイトクルーズは伊豆半島の地形や火山の歴史についてガイドの説明を聞きながら回る一番長い約45分のコースで、料金は2200円です。コースによって違った楽しみ方ができるのが特徴です。ジオサイドクルーズはですねもう日曜日とかしかやってないんで、今日はねこの一番人気の洞窟巡りのコースを体験したいと思います。こちら遊覧船乗り場です。お客さんいっぱいやね。わ、海きれい。島の中ほどをご覧ください。右側の島は竜宮島と申しますが、島の下には洞窟が開いていて、この中にはたく
見てきました。ですね、前回といってももう4年5年前ぐらいなんですけど、船にもう窓がなくてすごくね開放感もあって景色も楽しめたんですけど、今の船は窓がついててもう正直なところね楽しめませんでした。それを1回経験してるんでものすごく残念でした。こういうね時代なんでいろいろ指摘があったんだと思います。窓を作らないといけないとか、窓を開けてたらライフジャケットを着用しないといけないとか、そういうね多分、なんか大人の事情があるんだと思います。こちらがね遊覧船乗り場なんですけど、こっちに行くとさっき見た天窓堂をね上から見ることができるんで見に行きたいと思います。上りなんで結構しんどいです。はい、天窓堂はねこちらなんですけど結構しんどいですね。綺麗。はい、こんな感じの景色です。今度はね下ってます。ありました。あちらですね。向こうから来れたんだ。知らんかった。最悪。ここですね。はい。上から見ると下から見るのとで全然景色が違いましたね。いや 2,3 分で見に行けるところをこの島を一周してきました。はい、それではね宿の方に向かいます。って言ってももうすぐそこなんですけどね、こちらですね。よいしょ。こちらですね、堂ヶ島温泉の海辺の隠れ湯清流というね宿に今日は宿泊します。はい、それではね早速チェックインしたいと思います。はい、こちらね玄関から入ってすぐ左手がフロントになります。でフロントの向こうがですねロビーになってるんですけど、めちゃくちゃ絶景です。はい、こんな感じのラウンジで、はい、こちらウェルカムドリンクです。コーヒーやお茶がいただけます。こちらはですね、コーラとかね、ファンタとかいろいろありますね。このラウンジから見える景色だけでもすごく絶景なんで、今日泊まる部屋がすごく楽しみです。いやめちゃくちゃいいですね。こちらの景色だけじゃなくてこの館内の作りもねすごくいいです。このこだわった感じがもう自分好みですね。フロントの横にはですねボードゲームなどの無料貸し出しもあります。フロントの向かいにですね売店があります。はい、こんな感じでですね静岡のお土産がねたくさん置いてます。今回宿泊するお部屋がですね2階になります。こちらフロントはですね最上階の5階になります。はい、こちらのエレベーターで2階に降ります。
ちらは2階なんですけど、わ、めっちゃ渋いですね。で、こちらは大浴場ですね。はい。自販機もあります。コーヒー牛乳が売ってるのはいいですね。今日泊まるお部屋はこちらです。うわ、めちゃくちゃ渋い廊下です。今回宿泊するのはこちら205号室ですね。で、こちらは露天風呂付きのお部屋となります。それでは早速ね、見てみたいと思います。はい、扉はね、なんかホテル感があるんですけど、この部屋の中は和室になってます。寝タバコは危険です。おやめください。すごく昭和がここに残ってます。ちなみにこちらの建物は45年ぐらいとおっしゃってました。で、こちら以前は名前が違ったんですね。玄関はこんな感じで、すぐ左手に扉があります。こちらがですね、洗面台とお風呂ですね。はい、電気つけました。こちらが洗面台ですね。アメニティ類は大浴場、脱衣室にあるそうです。はい、こちらには男性用のアメニティが置いてあります。はい、で、こちらお風呂ですね。こんな感じの宇宙があります。はい、シャワーもあります。浴槽はかなりちっちゃいです。洗面台の前にですね、トイレがありました。はい、こんな感じのトイレです。こちらがね、お風呂場で、こちら左側がお部屋だと思うんですけど、こちら右側にですね、冷蔵庫、そしてね、こちら何でしょうか。はい、クローゼットですね。羽織とか、あと浴衣、そしてバスタオルにフェイスタオルで、旅中がね、置いてあります。こちらのタオルはですね、特に印字は入ってないです。で、冷蔵庫の方はですね、すごいレトロですね。はい、こう昔ながらのね、冷蔵庫なんですけど、何も入ってませんでした。内線に電話すると飲み物を持ってきてくれるみたいです。襖がたくさんあるんですけど、まずこちら左側見てみます。はい、こちらのお部屋は、こんな感じで、6畳の間になっています。こちらのお部屋は部屋食みたいで、おそらくこちらで食事をとるんだと思います。で、この反対側がですね、お部屋なんですけど、はい、こちらです。逆光で映ってないんですけど、映ってるかな。はい、こんな感じの、絶景のお部屋です。すごい。目の前に見えている島はね、象島またはね、伝兵衛島というね、島になります。こちらのお部屋はこんな感じの和室となってます。すごくね、日当たりが良くて見にくいかもしれませんけども、こんな感じのお部屋です。で、こちらテレビに、でこの下に金庫ですね。金庫が5つもあります。はい、あとはなんか高そうな壺とか掛け軸が、飾ってあります。部屋のすぐこちらは披露宴になっているんですけど、すごいこちら露天風呂ですね。披露宴の紹介の前に露天風呂を見つけちゃいました。よいしょ。源泉かけ流しの露天風呂になります。で、目の前はこんな景色ですね。すごい。うわ、綺麗。いや、映ってますかね。透明度が高すぎて海の底が見えてます。はい、こんな感じですね。うわー、すごー。はい、ここに露天風呂があります。もう今は疲れてなさそうなんですけど、露天風呂があって、
でこちら遊歩道になってますね。こちらにはシャワーがあります。こんなとこで浴びるシャワーはもう開放感抜群ですね。潮風で窓はちょっと汚れちゃってるんですけど、すごくね絶景のお部屋となります。はい。でちなみに披露宴はこんな感じですね。この、島に向かってソファーがあります。はい。で、こちらなんですけど、女性限定でシャンプーとねリンスとコンディショナーがね別にいただけました。こんなんがいただけるんで女性はすごくね、喜ばれると思います。で、こちら浴衣貸し出し無料の券が1枚で、こちらはですね伊豆の松崎町産のクワパウダー、こちら温泉まんじゅうですね。はい。でこちらがね館内の案内図になります。最上階がですねフロントになってて崖に沿って建っている建物となります。その最上階はですね入ってすぐ左手にフロントがあって正面にラウンジ、浴衣コーナーと売店があります。で浴衣はねちょっと撮るの忘れてたんですけどいろんな種類の浴衣があって、好きな浴衣を選ぶことができます。4階3階2階1階はねこんな感じで客室があるんですけど、今回宿泊するのは2階露天風呂付き客室の205号室になります。でこちらはですね露天風呂付きの客室は3部屋しかないんですかね、これを見る限り。多分一番人気のお部屋となります。どの日にちもね結構このお部屋が埋まってて、露天風呂付きの部屋から埋まるのかなと感じました。4階から2階はですね全て同じような感じの客室です。で1階がですね右半分は客室となってて、こちら左ですね、男女別の大浴場があって、さらにねこの非常階段の方から出て外に回るとですね貸し切りの露天風呂と男女別の露天風呂があります。ホームページの写真を見てみたんですけどめちゃくちゃ絶景の露天風呂でした。大浴場も絶景となっているそうです。大浴場の方がですねチェックインから26時まで、朝は5時から9時半まで、露天風呂の方がですね12時から24時、朝5時から9時半までです。で貸し切り露天風呂の方は予約制で1部屋につき1回利用できます。でこちらの露天風呂はですね6時にしか空いてなかったんで6時に取りました。夕食がですね5時15分から6時15分までの間なんですけど、貸し切り風呂が18時なんで夕食をねちょっと早めてもらいました。5時にしてもらったんですけど、それよりも早く、用意ができ次第料理をね持ってきていただけるそうです。なのでちょっとね今日は今から部屋のお風呂に入ってで夕食を食べて、で夕食後すぐにね露天風呂の方に行かないとダメなんで結構ハードなスケジュールとなってます。でちなみに今の時間はねもう4時半ですね。チェックインしてあんまり時間経ってないんですけど、もうあと30分後に夕食なんでとりあえずねお風呂に入りたいと思います。ちなみにね大浴場はこんな感じですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。あと、サウナもあるみたいです。こちらが貸し切り風呂なんですけど、貸し切り風呂は2種類あります。こちら団らんというね定員5名の貸し切り風呂と定員2名の円満というね貸し切り風呂があります。どちらもいいんですけど、こちらのインパクトがすごかったんでこちらの貸し切り風呂を予約しました。それでは露天風呂に入りたいと思います。うわ、暑いぞ。結構暑いですね。お湯にだいぶ慣れました。いや最高です。波の音がねたまりません。こちらの泉質はアルカリ性単純温泉になります。お湯の方はですね無色透明で刺激があるような温泉ではありません。
サラサラとした温泉です。でこちらはね、疲労回復とか神経痛、関節、あと美肌効果とかね、そういう効果が期待されています。でこちらのシャワーではですね、環境を保存するためにシャンプーとかね、ボディーソープは使うことができません。部屋食なんでね、もう一気に持ってきてくれました。いや、すっごいですね。テーブルがね、もう料理でいっぱいで。で、まずですね、こちら、食前酒で、伊豆の果実酒ですね。で、こちらのお皿は前菜。で、こちら、海鮮のカルパッチョ。そしてメカブですね。で、こちら、伊勢エビに、で、アワビ。で、和牛の、石焼きです。はい、こちらの熱した石で、こちらの和牛を焼くそうです。で、こちらですね、お刺身です。マグロの中トロに金目鯛にカンパチですかね。こちらは、お鍋ですね。はい、こちらの器はですね、金目鯛です。やっぱり静岡といえば金目鯛ですね。夕食のプランは選ぶことができなかったんですけど、こんなにね、料理があるとは思いませんでした。男は黙って三ツ矢サイダー。それではね、この絶景を眺めながらいただきます。伊豆の果実酒からいただきます。美味しい。美味しそうやね。何から食べよう。まずこのカンパチっぽいやつから。カンパチやね。美味しい。中トロと赤身と大トロなんですかね。脂がしっかり乗ってます。金目鯛いただきます。金目鯛美味しいね。お米もあります。この絶対うまいやつ。うまい。脂は全然乗ってないですね。身が柔らかい魚なんで気にはならないです。固形燃料の火が消えたんですけど、まだアワビ生きてますね。なんでこちらの肉の石焼きの時に一緒に焼きます。姿作りで出てきました。三重県の伊地下第一ホテル以来です。こういう伊勢エビのお刺身って食べる機会ないですもんね。じゃあね、いただきます。普通のエビと違って弾力がすごくあります。甘みととろみもあってすごく美味しいです。こちらのね、お鍋も出来上がりました。地鶏の白湯スープだそうです。美味しそう。すごい鶏の脂が出てますね。ではこちら白湯スープいただきます。めっちゃうまい。美味しかった。表現するの難しいけどめっちゃうまい。でも本当に美味しいです。固形燃料で出てくるんで、熱々の料理が食べれるんですごくいいです。今からね、お肉焼くんですけど、めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ脂乗ってるってわけでもなく、本当にちょうどいいサシの入り方でめっちゃ美味しそうです。部屋の中で焼いてるんで、もうこの部屋の中はいい匂いで充満してます。こちらの和牛は塩かお醤油で、食べるみたいです。まずね、お塩でいただきます。柔らか。柔らかかった。全然しつこくない。油がそんなに乗ってないけど柔らかい。油が少ない分、この油の旨味はね、あまりないんですけど、すごく柔らかくて美味しいです。で、次はね、醤油でいただきます。醤油も美味しいね。
肉はこれぐらいの油の量が一番美味しいかもしれないですね。こんな手前に茶碗蒸しがありました。気づかずちょっとぬるくなってきてます。ちょっとね、夕食食べてるうちに日が沈んじゃいました。写真撮りたかったのに、あっこですね。残念です。ちょっとね、アワビの火がね、通らなかったんで、こちらの石焼きで焼きます。よし。おかわり。むっちゃあるやん。米。これは食べきれないですね。こちらにね、固形燃料が1個余ってるんで、このね、白湯スープに火をかけて米入れれば雑炊が作れます。ただ、もうお腹いっぱいで食べれないんで、やめておきます。アワビが出来上がりました。で、こちらね、バターを溶かして、あ、ナイフとフォークあるよ。ほんま、でもかじります。柔らかい。うまい。レモンいい。もうお風呂に行かないとダメなんですけど、お風呂上がった後にデザートをお出ししてくれるみたいなんで、とりあえずね、貸し切り風呂の方に向かいます。貸し切り風呂の鍵手に入れてきました。もうめちゃくちゃバタバタです。貸し切り風呂は、このね、非常口から行くみたいです。いいよ。よいしょ。で、これですね。こちらです。まだこっちか。うわ、外じゃん。すごっ。もう日が暮れちゃいました。完全に日が暮れました。残念です。で、こちら露天風呂ですね。こっちがね、予約制じゃない露天風呂です。で、こっちが貸し切りの露天風呂です。よし。よいしょ。はい。こちらですね。よし。はい。この先もなんかありますね。すごい。絶景。でも暗くなりそうなんで、先お風呂入ります。OK。はい。すごっ。こちらの貸し切り露天風呂はこんな感じです。5、6人掛けぐらいの浴槽に目の前が絶景です。いやー、いいですね。じゃあね、こちらで早速ね、入りたいと思います。それでは入ります。部屋の露天風呂と一緒でちょっと厚めですね。いや、めちゃくちゃ最高です。日が沈んできたね。絶景。この時間しかね、空いてなかったのが残念です。それかね、明日の朝にしたらよかったですね。もうね、完全真っ暗になりました。で、このカメラはね、まあまあ性能がいいんで、これでも明るく映ってるんですけど、こちらのね、カメラ、もうすごいですね。これを写真を撮ると、わかりますかね。海のね、底まで映ってます。ここまで行くと、逆に怖いですね。すごいカメラです。露天風呂入りました。泉質とか、あと見える景色も同じなんですけど、浴槽が広かったり、木に囲まれたね、浴槽だったら、やっぱり気分も全然違います。すごく良かったです。はい。少しバタバタしましたが、今からね、部屋に戻って、デザートを食べて、
で、またね、部屋のね、露天風呂の方に入ったりして、ゆっくり過ごしたいと思います。でね、やっぱり夜になると少し肌寒くなります。でもね、この夜風がね、すごく心地いいです。はい、で、この露天風呂に行くまでもですね、なんかワクワクするような道ですね。またね、こちらの露天風呂も撮影はできないんですけど、明日の朝ね、入りたいと思います。アニメのゆるキャンでこの宿が登場したそうです。いや、もう真っ暗ですね。でもう窓ガラスは反射して外の景色は見えません。デザート用意してくれていました。こちらいちごのムースですかね。あとロールケーキです。もうめちゃくちゃお腹いっぱいなんですけど、いただきます。はい、ちなみにね、夕食は言うまでもないですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。本当にね、量も多くて、おひつのご飯全部食べきれませんでした。すごくしっとりしてて美味しい。意外と食べれます。桜の風味がします。おそらく桜のプリンですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、それではね、露天風呂の方入りたいと思います。うわ、真っ暗です。うわ、怖っ。もう何にも見えないです。で、波の音だけ聞こえてくるんで、やっぱり夜の海はちょっと気味が悪いです。じゃあね、体も温まったんで、今日はもう寝たいと思います。はい。じゃあ、おやすみなさい。おはようございます。今日はちょっと天気が悪いですね。それではね、お風呂の方に入りたいと思います。ちっちい、目が覚める。朝ごはんが来ました。朝からね、マグロの中落ちとかカツオのまこ茶漬け、なんか昨日お昼食べましたよね。粗塩で食べる寄せ豆腐とか、あとこちらね、ウニしいたけに塩辛、そしてアジの干物とか、たくさんあります。じゃあいただきます。何から食べよう。まずお味噌汁。このお茶漬けはですね、漁師飯みたいですね。まごまごしてると餌が逃げてしまうと、ささっと食べた漁師飯のお茶漬け。そうそう。まあ漁師さんが漁の合間にもうこうさっと食べれる、漁師飯のこと。美味しいわ。ご飯3杯目です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、ご飯4杯も食べたんでお腹いっぱいです。昨日の夕食が夕方の5時に食べたんで、もうめっちゃお腹空いてました。撮影はできないんですけど、今から大浴場と露天風呂を楽しんでいきたいと思います。はい、
朝ごはん食べて温泉も楽しんできました。露天風呂の方も、すごくね、絶景でした。昨日の入った貸し切りの露天風呂よりも海に近くてすごく良かったです。そろそろチェックアウトしようと思うんですけど、こちらの気になるお値段の方ですね。3部屋しかないうちの1つの露天風呂付き客室となります。多分ね、プランは選べなかったと思います。アワビと伊勢海老と和牛を楽しむコースですね。1泊2食付き、大人2名、53,860円でした。1人当たり26,930円です。ちなみに一番安いお部屋のスタンダードのプランだと、1泊2食付き32,080円です。なので、1人当たり16,040円で宿泊することができます。貸し切り風呂が1部屋につき1回入ることができて、部屋にもね、露天風呂がついてて、オーシャンビューのすごく眺めのいいお部屋で、夕食も朝食もすごく多くて、特に夕食はですね、もう伊勢海老、アワビ、和牛とか、たくさんの種類の料理が出てきて、53,860円だったらかなり安いからと思います。なんで、今日はね、曇りで天気が悪いんですけど、天気が悪くてもね、これだけ絶景なんで、本当にね、おすすめです。今、干潮で、こちらに道ができてきてます。なので、こちらのね、象島は、干潮の時は歩いて渡れるんですね。渡っても何もないと思うんで行かないですけど、この辺にある洞窟がちょっと気になります。はい、それではね、チェックアウトしたいと思います。よいしょ。はい、チェックアウトしてきました。はい、それではね、次の目的地に向かいます。